日本暑さ半端ない。まあでも日本って大体の家庭クーラーあるんで、クーラー入れればいいんじゃないですか。熱中症で50人以上の方亡くなってるんでしたっけ今日本。で、なんかそのうちクーラー入れてなくて亡くなった方が結構いるっていう。すごいですよね。クーラー入れられないんだったらなんでクーラーつけたのっていう話と、クーラーも入れられないような状態の人であれば、多分家にいるべきじゃないと思うんですよね。どういう理由でその人がクーラーを入れないで熱中症で亡くなったのかよくわかんないんですけど、何なんだろうなと思ってます。僕もほとんどクーラー使わないですけどね。東京にいた時も、クーラー1回だけ使ったかな。ビールを試飲して、それの感想を言うっていう時に、汗だくなのもなんなので、その時だけクーラー入れた感じで、それ以来ずっと僕汗だくで部屋の中にいましたね。とか来てます。毎年6月から4月の頭ぐらいにヨーロッパ熱波みたいなのが起きて、下手すると40度ぐらいになるんですよね。で、うちクーラーありません。はい。多分ね、パリの普通に住んでる人の9割はクーラーないんじゃないかな。そもそもクーラーの室外機をつけることが違法なので、クーラーつけられないよねっていう家の方が多いんですよ。そんな暑いところじゃ暮らせないじゃん。世界。なので、パリに住んでるお金持ちの人っていうのは、暑くなってくると、バカンスといって、北の方だったり、海の方だったりに移動するんですよ。なので、夏の暑い間にパリにいるやつは、基本的に貧乏人もしくは労働者であるっていう感じで、労働者だったとしても、バカンスを取ったりはするんですけど、バカンスを取る余裕のある労働者はバカンスに行くんですけど、バカンスを取る余裕のない労働者、労働してない人とか貧乏な人とかっていうのが、この灼熱のパリの中に残り続けるっていうのがあって、なので、基本的にはパリ暑いの大変だよねって言ってるのは貧乏な人ばっかりなので、で貧乏な人の意見っていうのは基本的にあんまり多数派にはならないので、スルーされるって。暑くなってきた時って、初日38度とか別に大丈夫なんですよ。で、2日目36度とかなんかきついんですよ。で、これが要は、気温が上がったからきついだろうっていうそういうもんでもなくて、こっちの建物って石造りの建物が多いので、うちのだと1800年代に建てられた母屋と1970年代のコンクリート造りなんですけど、初日の38度とかって建物自体はまだそこまで温まっていないので、外は歩くと暑いんだけど、建物の中は日陰で湿度も低いので、風が吹いてたりするとそんなに気にならないんですよ。で、2日目になると温まった石の温度が下がらない状態でさらに37度が来るので、なので蓄熱されて夜になってもずっともやもや暑いんですよ。建物自体が蓄熱されるので、早朝とか夜になったとしても室内の温度が下がらなくなるんですよね。外の室温としては夜中とかになると20度台なんだけど、建物の中にいるとなぜか30度台っていうので、その蓄熱効果がどんどん溜まってくるんですよ。なのでね、3日目4日目ぐらいが温度下がりかけぐらいがね一番きついっていう、そういう感じです。高野連が熱中症対策の観点から従来の9イニング制から9イニング制に変更することを議論しているらしいです。個人的には9イニング制だから試合が成り立つわけで、9イニング制ってのは成り立たないのは良くないと思うんですが、ひろきさんどういうの考えてますか？僕の9イニングでいいと思いますけどね。僕、高校生はあくまで教育が優先だと思うので、熱中症で誰か死んだら手遅れなので、誰か死ぬ前に変更すればいいんじゃないかなと思うんですけど、別に9イニング、7イニングになっても大して変わんないと思うんですよね。例えばボクシングが15ラウンドの試合ですけど、10ラウンドでやるんだったら10ラウンドで体力配分をするので、なので7ラウンドだったら7ラウンドの配分になると思うので、むしろピッチャーの負担が減るので、僕は全然ありなんじゃないかなと思いますけどね。野球ってピッチャーが強いチームが大体勝つんですよ。ピッチャーがめちゃくちゃヘッポコっていうので、アホみたいに強いバッターがいたらなんとかなんかしるんですけど、でも9回に1回しかアホみたいに強いバッターは来ないので、その人が毎回ホームラン打ったとしても、そんな大して点数ないんですよ。ピッチャーが勝負いいとバンバン打たれるじゃないですか。で、ただ野球でボールを投げれる回数というのは、人間一人一人限界がある説っていうのがあるんですよね。基本的に人間の体の構造として強く引くということに人間の筋肉と構造というのはできていて、物を持つというのは重いものを持ってそれを持ち上げるって引く力なんですよ。なので基本的には人間の体というのは引く力というので作られてるんですけど、投げるというのはむしろこれを開く放つ力でものすごい速さで手を動かすので、指の毛細血管とかバンバン破裂するんですよ。っていうのもあって、エネルギーというのが肘に加わるので、そこのエネルギーというのも肘に負担かかってしまう。そもそも速い動きをするというのは肘は作られてないんですよ。ゆっくり重いものを持ち上げるというのに作られているので、関節に負担かかるというのがあって、肘とか肩というのは基本的にもう使える回数というのが限られているので、
なるべく多く球を投げない方が、ピッチャー人生が長くなるというふうに言われているんですよ。なので、江川卓さんとかって高校の時代は一回も本気で投げたことはないっすみたいな、プロになる人っていうのは、高校野球でちゃんと投げないぐらいだったりするんですよ。っていう状況で、割とその選手層が厚くないチームっていうのは、ピッチャーがじゃあリリーフでもそれなりに強い人がいますっていうのだったら、ピッチャー交代して温存するっていうのができるんですけど、田舎の学校でそんなに野球部の選手層が厚くないですっていうところだと、一人のピッチャーが最初から最後まで投げ切るというのを大会中ずっとやらなければいけないという風になってしまって、結果として肘壊してしまうだったりとか、プロになった途端にプロ野球の段階でかなりの球数投げちゃってるので、プロになった瞬間に肘壊れてしまって、結果としてそんなに金稼げないで落ちてしまうっていう人もいたりするんですよね。なので、7イニング制にすることで、ピッチャーの負担を減らすっていうのは、僕は結構大事なんじゃないかなと。あ、大谷翔平さんも肘壊してるんだ。ピッチャーはね、やっぱね、体壊してやめちゃう、怪我してやめちゃう多いんですよね。なので、僕はその9イニングを優勝するまで一人でずっと投げ続けてしまうというのは、ちょっと構造としてよろしくないので、7イニング制の方がいいんじゃないかなと思いますけども。40代半ばです、私たちが生きている間に日本、地球は今とだいぶ変わってますか？存続はしているんですかね？この30年でだいぶ気候など変わってて、壊れるスピードは思った以上に速いと思います。ルクさん的見解を教えてください。多分ほとんど何も変わらない派閥です、僕。環境がとか二酸化炭素がって言ってる人たちは割とヨーロッパとかには大勢いるんですけど、二酸化炭素が増えていることと温暖化が進んでいることが本当に人間がやったことの成果によるのかっていうのがわからないんですよね。今のところ僕が知る限りの情報で見てる限りまだわからないが正解なんですよ。人間のせいかもしれないし、もともとその地球って氷河期みたいのがあって、地球上ほとんど凍っちゃってましたみたいな時代もあれば、温暖な時期もあるので、地球の温暖化と氷河期のサイクルの途中なのであるという説でいくと、それは確かにそうだよねというのもあるんですよ。江戸時代とかって飢饉がめちゃくちゃ多かった時代とかあるんですけど、あの時代氷河期だったよねって言われてるんですよね。氷河期なので米とか畑の農作物とか作れなかったので、飢饉が起きて餓死する人がいっぱいいました。で、その時代からだんだん暖かくなってるので、人口ってどんどん増えてるよねっていう説だったりもするので、なので、仮に、じゃあその、二酸化炭素が多くなりました。温度が上がりました。トンガだったりとか、割とその海抜の低い地域に暮らしてる島とかだったりが水没してしまいました。で、その時に多分人口は多少減ると思うんですけど、人口が減って地球が困るかっていうと、あんまり困んないんですよね。人為的な問題で人間が温暖化をさせました。人間が住める地域が水没しました。人間が減りました。温暖化の問題が減りました。解決しました。なので、地球としては良かったねっていう話なので、地球環境にとってどうかっていうと、人口減って良かったじゃんっていうので、動物は今まで通り普通に暮らすので、何の問題もないっていう。チェルノブイリが分かりやすい例で、最近でいくと福島もそうなんですけど、福島の原発の近所とか、チェルノブイリ原発の近所とか、人間が住みたがらないだけで動物天国なんですよ。チェルノブイリとかってめちゃめちゃ自然豊かでいろんな動物が栄えていて、で、福島も野良の動物すげえ増えてるらしいんですよ。天敵である人間がいないから、植物も入るし、畑を作るぞとかで虫殺すぜとか農薬ばらまくぜっていないし、動物も増えて、すごい自然豊かになってるんですよね。放射線って何が問題かっていうと、長生きすればするほどリスクが増えるんですよ。放射性物質が放射線を出すことによって細胞の中の遺伝子が壊れて、壊れた遺伝子がたまたま壊れた状態で増殖をしてしまうというのは、人間が長く生きていれば生きているほどその確率は上がるんですけど、だいたい動物って3年とか5年で死ぬんで、5年ぐらいで死ぬと放射線の影響より他の動物に食われるとか寿命とかの方が早いんですよ。カエルとかだと2、3年で死ぬじゃないですか。そうすると放射線の影響で死ぬとかよりも単純に寿命で死ぬ方が早いんですよ。50年以上生きますみたいなゾウガメとかであれば放射線の影響はすごい気にした方がいいんですけど、基本的には動物ってオウムとかでない限りそんなに長生きしないんで、なので動物的には放射性物質が多いとかって結構どうでもいいんですよ。なので人間が50年以上生きるから放射線超怖えとか放射能超怖えとかって言うんですけど、人間以外の動物とか生き物とか植物からするとマジ人間いないから超天国じゃねっていうことになってるんで、なので地球が崩壊してるみたいなのを言う方々いらっしゃるんですけど、人間にとっての環境が崩壊してるだけで、むしろ地球環境というか他の生物からするとすごい生きやすい社会になってるんじゃないかなと思います。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。